はいどうもこんにちは。今回はアフターエフェクトの基本的な操作になれるために文字にいろんなアニメーションをかける方法をお話ししていきます。この動画のキーフレームの使い方はモーショングラフィックスを含め多くのアニメーション映像の基本となりますので、早速本編でやり方を学んでいきましょう。それでは早速見ていきます。アクション。ということで、まずは新規コンポジションを作成します。コンポジションとは動画素材を入れるファイルのようなものです。コンポジションの名前をここでテキストアニメーションという風に書いておきましょう。そしてプリセットのところからコンポジションのサイズを決めることができます。これは動画素材とかによって変わっていきますが、基本的に HDTV1080 の 29.97 の設定で OK です。これはフル HD の横1920と縦1080の動画ですね。この比率についてはまた別の動画で解説していきます。29.97 は1秒間に約30フレームありますよということですね。解像度とかはこのままでいいでしょう。デュレーションはコンポジションの尺ですが、ここは10秒にしておきましょう。背景色は色ですね。ここも素材によって色は変えておきましょう。はい、それではここは OK。ということで早速始めていきましょう。まず、この名もなきバーを 50% にしておいて、ビューアーの画面をちょうどいいサイズにしておきます。画面を見やすくするために、その他のパネルのサイズを変えてみたり、もしくは手のひらツールを使ってビューアーの画面の位置なんかを調整していって、作業しやすい画面にしておくといいでしょう。さあ、それでは今回はアニメーションを作っていきますが、この動画で使うのは、まずはテキストアニメーションですね。ということでテキストツールを使って画面にアニメーションをしたい文字を書いていきましょう。はい、今回は私の Twitter やインスタのアカウント ID にしております。そうしたらコマンドプラス A で全てを選択して、この文字のパネルのところからバーを動かしておいて大きさを調整していきましょう。そしてこの選択ツールを使って画面の中に位置を動かしていきます。この文字のパネルを簡単に説明すると、ここは大きさを調整するために使いましたね。隣のこれは行の間隔調整なので、今回はあまり関係ないです。続くこのバーは文字の枠組みを太くしたりするのに使います。今回は白い枠なのでちょっと見えにくいかもしれません。ということなので、文字の枠のところをダブルクリックして好きな色へと変更していくことができるようになります。これで見えやすい色へと変えていくといいのではないでしょうか。その下にあるバーでは文字の縦の大きさを調整することができます。同じくその隣は文字の横の大きさの調整ですね。これから行うテキストアニメーションの文字の説明はこんなもんでいいでしょう。では次の説明をしていくんですが、このグリッドとガイドのオプションを選択できるバーからタイトルアクションセーフというのを選択しておきましょうか。こうすることで画面の中に四角い枠組みが出来上がります。これは文字が見えやすい範囲であったり、テレビやスマホなどどんな媒体でも映りますよという範囲を教えてくれています。ちなみに今は背景は黒いですが、このマークをクリックすれば背景には何もないことがわかります。こうすると白い背景だと文字が見えにくいことがわかりますので、文字の枠線の太さを上げていって文字が見えるようにしていきましょう。さあ、この状態だと文字の位置がちょっと微妙なので、整列のパネルのところを開いてみましょう。この整列では文字の位置を整えることができます。ということで、水平方向に整列をしておいて、さらに垂直方向に整列をすることによって、画面のど真ん中に文字を配置することができます。はい、これで準備はできましたね。さあ、それではいよいよ文字に対してアニメーションを作っていきましょう。まずこのレイヤーのメニューを開いてみましょうか。するとテキストとトランスフォームがあるんですが、このテキストはまた別の機会に説明していきます。ということでトランスフォームを開いてみます。するといろんなメニューがあるんですが、これがアニメーションでよく使う変形のオプションですね。例えばこのスケールのバーを動かしていくと文字の大きさを縮めたり拡大したりすることができるようになります。でもよーく見てみるとわかるかもしれませんが、このスケールはスナイパーのスコープみたいなポイントを中心にしてサイズが変わっていくことがわかるかと思います。
このポイントをアンカーポイントというのですが、このアンカーポイントを文字の中心に来るように移動しましょう。これで画面の真ん中にアンカーポイントとか文字の中心に来るようにするために1のバーを動かしていきます。1とかはここらのバーを動かすということを覚えておくといいかと思います。回転というバーはその名の通り文字をぐるぐる回していくことができます。そしてその下の不透明度は文字を透明にしていくことができます。さあ、てなことでトランスフォームの基本が分かったところで、これからキーフレームのアニメーションを作っていきます。このストップウォッチを押すことによって時間とともに先ほどのようなアニメーションの変化を作ることができます。ということで最初のスケールの数値を0にしておきましょうか。そして今度は時間を 1s、つまり1秒のところに持っていって、ここでスケールの値を 100% にまで上げていきましょう。さあ、こうすることで1秒間でスケールが 0% から 100% になるアニメーションが出来上がりました。例えばこの状態で1秒の少し手前のところでスケールの値を 100% 以上にしてみましょう。さあ、こうすることによって少しだけ拡大して 100% に戻るテキストポップなアニメーションが出来上がります。これだけでもロゴとかテキスト、もしくはテロップのアニメーションとして使ってもいいかもしれませんね。このキーフレームは動かすこともできますが、右クリックを押してキーフレーム補助というところで速度の変化を Easy Ease に設定しておくといいかと思います。こうすることによって一定の速度ではなくて遅い部分と速い部分ができてスピードが滑らかになります。全体的に滑らかにするためにシフトキーを押しながら前後のキーフレームも選択して、これもまた Easy Ease を適用していきましょう。はい、これでより速度の滑らかさがアップしたかと思います。ということで続いては位置を動かしていくアニメーションを作っていきましょう。時間的には1秒以内の 0.7 秒くらいに進んでおいて、位置の X 軸を左の方へと動かしておきます。これで1秒後くらいまで進んでおきますが、画面は元の大きさのものにしておきましょう。そしてこれを画面の一番右側にまで移動させておきます。この状態で見てみると、右に動くのは1秒ではちょっと時間がかかりすぎている気がしますね。ということで速度の調整をしていきたいのですが、この調整をする上で目で確認できる大切なツールがあるんです。それがこのグラフエディターですね。もしこの画面が出ていないときは、右クリックをして速度グラフを編集というのを選択することによってこのグラフが出現します。さっき作った滑らかな速度グラフは放物線上ですが、今作った位置のアニメーションは直線でカクカクしていることがわかりますね。ということで、一旦このグラフエディターは閉じておいて、またこれもすべてのキーフレームを選択しておいてから、キーフレーム補助で Easy Ease を適用してあげましょう。これによってグラフエディターを表示してみると、速度グラフが放物線になっておりますね。これでポイントを選択することでバーが見えるのですが、これを右に引っ張ると速度のグラフの形を変えることができます。このグラフはつまり最初はゆっくり動いていって最後の方で急発進そして急停止するということですね。このポイントはそれぞれのグラフで調節していくことができます。ということで実際に動きを見てみますが、確かに最初は急発進そして急停止をしておいて壁に激突しております。もちろんのことですが、さっきのグラフを出しておいて、最初の方を急勾配にしておくことで、いきなり速度が速くなって後半は遅くなるようになります。なんかお寺の鐘をつく動作に似ているアニメーションですね。さあ、続いてはまたスケールのアニメーションを作成していくんですが、スケールは先ほどすでにアニメーションを作ってますね。ということで、1のキーフレームの終わりで、スケールの横にあるダイヤモンドマークを押すことによって、その数値をキープしながらキーフレームを打つことができます。これで早速キーフレームアニメーションを作っていきたいのですが、スケールの場合はこのリンクボタンを押すことによってリンクを解除することができます。リンクを解除すると X 軸と Y 軸、つまり横と縦の比率をバラバラにすることができます。
ただ、このままだと中心に対して伸び縮みするので不自然な感じがしますね。これは最初の方でお見せしたアンカーポイントを中心に伸び縮みする問題が影響しております。このアンカーポイントを中心として文字が拡大していきますので、ここでアンカーポイントのストップウォッチをオンにしておきましょう。そうしたらコマンドを押しながら方向キーを押してワンフレーム隣に移動します。この状態でキーボードの Y もしくはツールバーのアンカーポイントツールを選択しておいて、文字の真ん中にあるはずのアンカーポイントを文字の右側に移動します。はい、これでポイントが一瞬で右端に動くようになりますね。この状態でスケールのダイヤモンドでキーフレームをオンにして、いくつか動いた後にスケールの X 軸だけを小さくしていきましょう。こうすることによってアンカーポイントを中心に文字が縮みます。そしてまたしばらく時間を動かしておいてからスケールの X 軸の数値を 100% にすることによって文字自体は元の大きさに戻すことができます。はい、これで見てみると文字が激突した時にベコッと縮んでいるようなアニメーションが出来上がります。そうしたらまた位置のアニメーションを作っていくためにキーフレームを途中で打っておきます。そしてしばらく時間軸を動かしておいて位置のキーフレームを動かしていくんですが、これは手動でも動かしていくことができます。キーボード V を押して選択ツールに変えておいてからドラッグ&ドロップを使って最終的に置いておきたい位置へと移動させておきましょう。ここで直線的に文字を動かしたくなければ薄く見えている位置のバーをドラッグしてあげることによって放物線上に位置が移動するように設定することができます。はい、こんな感じでビヨーンと動きますね。ということで、さあ、続いては回転のアニメーションを作っていきます。これも同じく回転のキーフレームアニメーションをオンにしておいて、位置の最後のところくらいにまで動かしておいて、回転の数値を動かしていくことで文字が傾くようになります。これまたスピードを滑らかにするために Easy Ease なんかを適用してあげることによって移動に合った速度変化を追加していくことができるというわけですね。もしかしたらここでスケールで X 軸と Y 軸のアニメーションを設定してあげてもいいかもしれません。さあ、これでいい感じではないでしょうか。このまま文字をいろいろと動かしてバウンドさせたりしてもいいんですが、面倒なので回転させて消していきましょう。ここで最後のところで回転の左側のアニメーションを動かしていくと、回転する回数を設定することができます。プラスマイナスは時計回りか反時計回りかですね。ただ、このままだともちろんアンカーポイントに沿って回転するので、あまりいい感じではないですね。ということで、この文字の移動が始まるところでアンカーポイントをオンにしておいて、またワンフレーム動かしてからアンカーポイントツールでアンカーポイントを真ん中に移動しましょう。これで真ん中を中心にして回転するようになりますね。手動で移動させておいてから、あとは回転数なんかを設定してあげると、ぐるぐる回転しながら吹き飛ぶようなアニメーションが出来上がります。さあ、これで最後のところでは、この文字が消えていくようにしましょう。ということで、不透明度のやつもキーフレームアニメーションをオンにしておいて、最後のところで透明になって消えていくようにするために、不透明度を 0% にしていきましょう。これで回転してどんどん消えていくようなアニメーションができました。これは最終的に画面の外に出ていくようにすると面白いアニメーションができるのではないでしょうか。このぐるぐるアニメーションにもう少し工夫をするために、この丸が3つ重なったマークのチェックボックスをオンにしておきます。これはモーションブラーということで、物体が移動するときに加えるブレのことですね。そしてさらに上のモーションブラーを適用のマークを押すことによって、今回作ったアニメーションの動きにブレが加わるようになります。最初から再生してみましょう。
はい、こんな感じで移動させたり回転させたりするテキストアニメーションが出来上がりました。モーショングラフィックスやこれから紹介する映像はこの動画で紹介した動きが基本になりますので、実際に手を動かしながら理解を深めていってみてください。最後にこれらの動きを見ていって不自然だなと思うところがあれば、ちょこちょこ速度の感覚だったり速度グラフを調整していくことができますね。ここら辺の変更とかはご自由にやってみるといいかと思います。さあ、最後にこのアニメーションを書き出していきましょう。動画を書き出すときはまず書き出す範囲を決めていきます。これは最初のコンポジション通りで良ければいいのですが、キーボードの N を押すことによってワークエリアの範囲を選択することができます。こうするとこの範囲の中だけが書き出されます。そうしたら画面の上部のメニューのファイルから書き出しへと進んでいくことによって書き出す方法を選ぶことができます。Adobe Media Encoder Q に追加では After Effects とは別の書き出し専用のソフトで書き出すことができます。その下の Adobe Premiere Pro プロジェクトを書き出しはこの After Effects のコンポジションをそのまま Premiere Pro に挿入することができます。そして最後の連打 Q に追加では After Effects から書き出すことができますので、ここではこれを選択していきます。なぜ今回はこれを選択したのかと言いますと、今回は背景が透明だからですね。ここでロスレス圧縮という風に青い字で書いてあるところを押すと出力モジュール設定、つまり書き出し設定をすることができますね。形式は Mac の場合はクイックタイムにしておきます。そして今回はチャンネルですが、これは RGB になっていますが、一番最後の RGB プラスアルファに変更しておきます。これはつまり今現在は文字アニメーションの背景は黒いですが、このアルファを追加しておくことで文字だけのアニメーションを書き出して背景を透明に抜くことができます。これをしておくと動画クリップの上に今の文字アニメーションをそのまま追加することができます。ちなみにこれをプリキーと呼んだりします。カラーは合成チャンネルにしておいて、これで OK を押しておくことで書き出しが始まります。そして書き出しが終わりました。クイックタイムプレイヤーのファイルを見てみると、今作ったファイルが見えますね。これは変換しておくと使いやすいでしょう。すると背景が透明なアニメーションが出来上がります。このファイルは映像編集ファイルに直接挿入することによって上から追加することができますので、実際に試してみてください。いやー、初級編ということでかなり長い動画になりましたが、ここまで実際にアフターエフェクトで実行した人はかなり幸先の良い出だしを迎えていると思います。大抵は行動しないまま終わってしまいますが、ぜひともあなたはこのまま行動し続けていって遥かなる高みを目指していきましょう。はい、ということで今回の動画は以上です。楽しんでいただけたでしょうか。もし少しでもためになったなと思ったらチャンネル登録をして感想や気づきをコメント欄のところで教えてください。またこんなことをやってほしいという提案もあれば作成していきますのでお伝えください。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。それではスキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。